こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日投稿した維持費の動画に続いて、2月27日で納車4年を迎える私の GR スープラに対する満足点と不満点を紹介します。不満点に関して事前にスープラオーナーにヒアリングをさせていただいたものも一部取り上げており、様々な方の参考となるかと思います。ただ、スープラには不満点を払拭するいい点がたくさんありますし、動画内で不満点に対する対策も合わせて紹介していきます。未来のスポーツカーオーナーの方たちの参考となれば幸いです。それではご覧ください。まずは満足点からになります。満足点の一つ目は何より見た目がかっこいいことですね。これに関しては4年目になっても飽きることなく変わっていないですね。最近、クスコの牽引フックを取り付けたことでレッドの差し色が追加され、また一味違う表情となり、その変化を楽しんでいます。元々の切れ長のヘッドランプやシャープに突き出たノーズのフロントフェースが他に似た車がなく、オンリーワンの存在感を放っています。空力特性に寄与するフロントリップが標準で装備されていることでフロントに関しては純正のままであっても特に手を加える必要性を感じないほどの仕上がりとなっています。サイドに回り込んで FR 車らしいプロポーションが昨今珍しい形となっていますが、2人乗りでしか実現できなかったであろうこのフォルムに関しては今でもかっこいいなと思います。ちなみに純正から追加したパーツに関しては、これらの過去動画で紹介しておりますので、そちらも合わせてご覧いただきたいです。ホイールや車高ダウンなど、自身が当初から手を加えたいと考えていたカスタムは一通りやりきった感があり、あとは丁寧に乗っていこうとぼんやり考えています。斜め後ろからのシルエットが一番のお気に入りであり、リアフェンダーの盛り上がりなど、実用性でなく、走りを追求したゆえのフォルムが所有満足度を満たしてくれます。満足点2つ目は直録エンジンの吹け上がりとサウンドの良さですね。高速道路合流時の様子をお届けします。ギアを3速に固定し、安全に配慮した上でアクセル踏み込んでみます。このように鋭くエンジンが吹け上がり、純正のマフラーのままではありますが、非常に気持ちの良い音を出してくれます。公道では限られた場面でしか聞くことはできませんが、非常に気持ちいいですし、ついスポーツモードにしがちとなってしまいます。トムスのパワーボックスを取り付けたことでさらなるパワーアップを果たしており、ますます公道では持て余すスペックとなってしまいましたが、サーキットなどで楽しめればと思います。このように回転数を高めに維持して走っても、不快な振動などなく、気持ちのいい部分のみをドライバーに届けてくれるエンジンです。さらに現時点では自身でよりこのエンジンをダイレクトに操ることができる MT 仕様も追加されたことで、この魅力はさらに高まっていることと思います。満足点3つ目はこのような回転数上げがちなエンジンですが、燃費が思った以上に良いことです。先日の維持費の動画でお伝えした通り、納車4年目時点での平均燃費は 11.5 キロとなっています。いつもスポーツモードで走っているわけではありませんが、燃費走行を意識しているわけでもありませんので、300馬力オーバーの車という観点で見るとかなり燃費がいい方だと思います。ガソリン代を気にして乗る車ではありませんが、思わぬメリットです。満足点4つ目は運転支援系の装備が充実していることです。スープラには前の車との距離を一定に保ちつつ、低速走行を行うことができるレーダークルーズコントロールの機能が AT 仕様の場合、標準装備されています。
この機能があることで、目的地に到着するまでのドライバーの疲労がかなり軽減されます。私自身これまで北海道旅行など、かなりの長距離ドライブを経験したことがありますが、この機能と直進安定性の高さから目的地に着いたらクタクタになってしまっていたということはこれまでありません。実際、たとえスポーツカーに乗っていても単調な高速道路の走行は退屈ですし、峠やサーキットなど目的地に着いてからが本番ということがほとんどだと思いますので、この快適装備にはいつも助けられています。MT 仕様の場合、残念ながら一定車速で走行するのみで前走車との車間を調整できないクルーズコントロールのみとなっており、不満に挙げられているオーナーの方がおられましたね。満足点5つ目は街乗り走行も普通の乗用車のように扱えることです。スポーツカーに乗っていると足回りの硬さなどで街乗りでは不快な振動などが発生して乗り心地が悪いといった印象を持たれがちですが、スープラの場合は SZR、RZ に搭載されている電子制御サスペンションがうまく働いているのか、街乗りでも不快な振動もなく、同乗者からのクレームもこれまで特にありません。静粛性に関してもタイヤをミシュランのパイロットスーパースポーツからスポーツ5に変更するとタイヤからのノイズがかなり軽減され、より快適性に磨きがかかりました。また、車高を下げた状態でもこのようなきつめの傾斜であっても気をつけはしますが、スポーツカーにありがちの顎下を擦るといったこともほぼなく、車両感覚さえつかめてしまえば、普通の乗用車ライクに乗ることができます。運転初心者におすすめとまではいきませんが、クリアランスソナーなども装備されているので、スポーツカーの中では運転しやすい部類ではないかと思います。こちら満足点のまとめとなります。満足点に関しては納車されてからの振り返るシリーズで挙げたものと正直なところほぼ変わっていないです。納車されてから3年経っても変わらずの魅力があるということかと思いますので、4年目も大事に乗っていきたいと思います。続いて不満点についてですが、あくまでも個人的見解であり、ここまでに挙げた満足点で十分お釣りが来るレベルであることを先に申し上げておきます。不満点1つ目は、クラクションの音がかっこ悪いことです。車内及び車外からの音をお聞きください。このような音となっており、なんというか高級感を感じない音となっています。Z4 の音はこのような音ではないようで、スープラはなぜこのような音となってしまったのかといった感じです。こちら DIY で何とかしたい感じですが、正直なところ、納車されてからの4年間においてクラクションを鳴らした回数が片手で数えられるレベルでありますので、わざわざカスタムするほどかなという感覚になってしまい、結局手をつけられていないですね。不満点2つ目は ETC ユニットの取ってつけた感です。これはツイッターからのコメントでも結構多く挙げられていましたね。こちらに関しては3年目の不満点にも挙げていますが、未だに気になってしまっています。こちらに関しても Z4 はルームミラーと一体構造となっており、非常にスッキリしているので、羨ましい限りです。こちらも DIY で対処できるかもですが、少し難易度高そうですので、尻込みしているところです。今、納車待ちのオーナーの方で気になる方がいれば、一度ディーラーに相談してみても良いかもしれません。不満点3つ目は点検、異常のリマインドが煩わしいことです。まずは点検リマインドに関してです。スープラはオイルの交換時期などを車両が記録しており、走行距離などが交換タイミングを過ぎると、エンジンをかけるたびに点検時期超過のリマインドを発します。リマインドしてくれるのはありがたいのですが、
エンジンかけるたびに警告されるのは正直鬱陶しいです。こちらに関しては過去動画で紹介している方法でリセットすることが可能となっています。続いて異常のリマインドについてです。HKS のハイパーマックスツーリングに交換してから走行するたびに、ご覧の警告が表示されるようになりました。毎度のことであり、特に問題が発生していないため、毎回メッセージを閉じ、無視しているのですが、メーターの警告は残り続け、燃費表示などに切り替えても一定時間経つとまた異常リマインドが割り込んできて鬱陶しいです。ドライバーに警告してくれることはありがたいのですが、ナビ画面に一度表示するだけで十分でないかと思ってしまいます。不満点4つ目は3つ目と関連し、メンテナンス費用が高いこと、また、ディーラーでの作業時間が長くかかりがちであることです。こちら承知の上で購入していますので、不満点に入れるべきではないかもしれませんが、1年点検などの定期点検を実施した際、オイル交換も含めて3万円以上のメンテナンス費用となりました。やはり BMW の部品を使っているということかもしれませんが、通常のトヨタ車のメンテナンス費用と比較すると高額となってしまっているため、入れさせていただきました。また、BMW 社製のメンテナンス設備を使用する必要があるためなのか、ディーラーの整備の時間もかかりがちとなっており、車検の際は1日預かりとなっていました。リコール対応の際もメンテナンスキットが配備されておらず、対応まで少し時間がかかってしまった経験もあったりしましたので、今後もないに越したことはありませんが、不具合対応時に少し不安がありますね。不満点5つ目は Twitter コメントからですが、メンテナンスに関連してトルクスボルトなどの専用工具、専用技術が必要となることが挙げられます。こちらエンジンルーム内の様子となりますが、基本的に大部分のボルトがトルクスとなっており、これまで DIY で使用していた工具が使えず、新規に購入する必要が発生します。また、出自が特殊な車であるため、車外のカスタムパーツの取り付けなどを専門店に依頼する場合にスープラの取り扱いに慣れているショップが少ないという点が挙げられます。こちら Twitter コメントから挙げられていた声になります。確かにトヨタ車を専門に扱っているショップでは手に余る可能性があり、不満点であり、不安に感じる場面も多いかもしれません。不満点6つ目はキーの反応が悪い、キーの電池の消耗が激しいです。こちらも Twitter コメントに挙げられていました。ご覧の通り、プッシュスタートボタンを押しても、エンジンがかからず、何度か試すと反応するという状態になっています。おそらくキーの電池が消耗していることが原因と考えられますが、これまでに2、3度交換を実施しており、3年間使用期間であることを考慮しても少しキーの電池の消耗が激しいように思えます。不満点7つ目は洗車時のトランク内部への水入りです。こちらは昨年から解消できていない不満点となっています。ご覧の通り、車内が水浸しになってしまっているということはありませんが、ボディの内側には確実に水入りしており、シール部がへたってくると雨漏りの懸念もありますので、何か対策を講じる必要があり、何より汚れもたまりやすい箇所となっているため、こちら不満点に挙げています。不満点8つ目はトランク関連の不満点となっており、トランクオープナーがリア側にないこと、運転席ドア開閉時、トランク再ロック問題です。この不満点もツイッターで挙げられている方が多かったです。スープラはおそらくデザイン要件かと思いますが、リア側にはトランクのオープナーが設置されておらず、運転席ドア横のスイッチ、もしくはキーのスイッチを押すことでのみトランクを開閉できます。こちらに関してどうしても一手間増えることになり、そのことに煩わしさを感じてしまいます。
また、サイロック問題に関してはトランクを一度開けた後に、ドアを閉めると、その衝撃でトランクにロックがかかってしまい、再びロック解除ボタンを押さなければいけない問題です。これが起きるとかなり面倒くさいです。こちらも対策を見つけましたので、紹介いたします。トランクを開けると、この2つの突起があることがお分かりになるかと思います。この部品は納車当初は埋まっている状態かと思いますが、こちらは半時計回りに回すことで、中の歯車状の形状のものが合わせて回転し、徐々にせり上がってきます。この突起内の歯車部分が樹脂パーツと同じ面くらいまで上がってくるように左右両方の突起を回転させます。こうすることで、多少荒くドアを閉めてもトランクが再ロックされる頻度が減りました。水入りに関しても、突起を緩める前後で特に変わりはないですので、一度オーナーの方はトライしてみてください。不安点9つ目はウィンドウガラス開閉時のビビリ音です。こちらは不満点というよりも経年劣化に関することかもしれません。最近、スープラのウィンドウを開閉する際、この動画のようなビビリ音が発生するようになりました。ちなみに撮影時の音はかなりマシな方です。窓を開けてから閉める際に毎回、この音が鳴るのは少し我慢できないですね。こちらも対策を調べました。どうやら窓ガラスが開閉時に接しているゴムモールが硬化することによって発生するビビリ音だそうで、スープラの場合、サッシュレスであるため、ピラー付近のゴムモールに対策を打てばいいことになります。対策としてはゴムモール部分にこちらのシリコンスプレーを塗布するとなり、このようにシリコンスプレーを塗布すると、ご覧のようにビビリ音が消えてくれました。同様の不満点を抱えている方はトライしてみてください。不満点10個目はツイッターからのコメントで多くあったビーマーコードなどでコーディングを行わないと設定できない項目が多いです。代表的なところとしてはアイドリングストップのメモリー機能やスポーツプラスモードの追加、バック時のサイドミラーの角度調整などが挙げられますが、これらの項目はこちらの動画でまとめているビーマーコードのようなコーディングアイテムを用いないと変更が不可となっています。私ももともと不満点に挙げていた項目であり、通常の車両設定では変更不可の項目であるため、不満に思っている方は多い印象です。改めて不満点のまとめです。納車4年目を振り返り、気になるところを挙げさせていただきましたが、承知の上のものであったり、対策を講じられているものもあります。繰り返しとなりますが、個人的な見解かつスープラの魅力を損なうほどのものではないことを改めてお伝えさせていただきます。将来、スポーツカーの購入を検討されている方の参考となれば幸いです。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していくよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。